レトロ男子です。今回は飛騨高山に来ました。飛騨高山大好きな町で40年以上通ってます。人気観光地なので混んでいますが、高山通の私が初めて飛騨高山を観光される方のために絶対外せない観光スポットをご案内します。それから混雑が嫌な方には超穴場のグルメスポットを紹介します。老舗の団子屋と喫茶店、混雑なしで本場飛騨の中華そばが食べられるお店、居心地最高の地酒のうまい絶品の居酒屋紹介しますよ。おはようございます。レトロ男子です。ここは高山市営空町駐車場です。見ての通りの大きな駐車場ですぐに車が満杯になるようなことはありません。それにここから古い町並みや朝市の通りまで歩いて 7,8 分で行けるんですよ。この駐車場は高山市図書館が隣接しています。おしゃれでレトロな洋館風の建物ですね。駐車料金は30分150円とそんなに安くはないんですけれども、便利ですからね。こちらは高山に車で来た時はこの駐車場をいつも使っています。今日の予定ですが、まず定番の宮川の朝市を見学して、それから古い町並み飛騨の里を見学します。飛騨高山の観光でこの3つは絶対外せないですよね。観光の合間に素敵なお店も紹介しますね。最後は飛騨高山の締めにふさわしい居酒屋の名店を紹介します。安川通りのアーケードの商店街を通って朝市に向かいます。この商店街は様々なジャンルのお店があります。観光客だけでなく地元の方が利用する商店街です。なのでローカル色があって楽しい場所ですよ。中華そばの名店も何軒もありますよ。レトロなお店がたくさんあって楽しいですね。こちらは人気の中華そばのお店、豆天狗さんです。平日でも行列が必至のお店です。朝市の通りが見えてきました。外人の方がたくさんいますね。前に見える橋が鍛冶橋ですね。ここから宮川の川沿いに朝市が広がっています。人気の飛騨牛の握り寿司のお店です。外国人の方が並んでいます。外国人の方は和牛が大好きですから。ここから朝市が始まりますね。道路の川沿いに露店が並びます。対面の並びはほとんど常設の店舗になります。出ているお店のほとんどは観光客用のお店になります。数十年前に来た時は露店のほとんどが農家のおばちゃんで、売っているものも野菜か漬物でした。それこそ赤かぶ一色でしたよ。時代とともに朝市も変わり、日本人観光客相手から今はインバウンド向けの朝市になっていますよね。それで街が潤うんですからいいことじゃないでしょうか。でも高山の風情は変わらないですね。この河川敷の雰囲気も昔のままです。この橋は最近できた橋ですが、街並みに合っていますね。桜山八幡宮参道の大鳥居が見えています。左側にユニークな露店が出ているんですよ。何を売ってると思いますか？なんと古い着物なんです。今の日本人はもう買いませんよね。でも外国人には大人気のようでしたよ。このお店の方、いいところに目をつけられましたね。もう少し先で朝市は終わりです。右側に味噌屋さんが見えてきます。麹屋さんというお店で、ここのお味噌美味しいんですよ。私は高山に来たらいつもここでお味噌を買って帰っています。
宮川の朝市はここまでですね。では宮川の鍛冶橋を越えたところに有名な団子屋さんがあるので案内しますね。朝市側から鍛冶橋を越えたところにお店はあります。みたらし団子で有名な富士宮さんです。ここのみたらし団子は醤油味で本当にあっさりしているんです。お餅もふっくら、本当に美味しいですよ。高山に来たら必ず食べれます。皆さんも一度ご賞味くださいね。次は高山でいつもモーニングを食べている喫茶店にご案内します。ここは本当に老舗の喫茶店なんです。1951年創業です。店に入るとレトロ感に圧倒されます。喫茶店のドンです。見てください。スピーカーが壁に埋め込んであります。この店内のレトロな雰囲気、しびれますね。天井の二章言語はますます繁盛という意味ですよ。レトロ喫茶王道のモーニングです。分厚いトースト、ゆで卵、オレンジジュース、レトロ男子理想の朝食でした。お腹もいっぱいになったので定番の古い街並みを案内しましょう。ここは重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。ここが中心となる上山の町です。重要伝統的建造物群保存地域、略して重伝県と呼ばれる地域は高山市内では他にもたくさんの地域が指定されています。すべて見て回るとかなり時間がかかるので、今回はこの上山の町を紹介しますね。この通りが土産物屋さんや飲食店、酒蔵なんかが立ち並んでいて、観光的には一番楽しい通りだと思いますよ。こちらは有名な鬼殺しのお酒を作っている酒蔵ですね。まだ朝が早かったのでお店は開いていませんが、街並みの雰囲気を見るのはこの時間帯がベストかもしれないですね。先を歩いているのは外国人のツアー客の方々です。古い街並みが好きな方はこの時間帯に見学するのがおすすめですね。時代劇の世界に迷い込んだような錯覚に陥りますよ。江戸時代の街道を旅しているような気分です。お店が開く前に散策されて、お店が開いてからもう一度回ると楽しさが2倍です。ぜひ試してみてくださいね。外国人の方は建物に興味津々のようですね。皆さん楽しそうに見学されています。この通りの商家は大きなお店が多いですね。お味噌屋さんや造り酒屋が軒を連ねているので町の中心だったんでしょうね。そのおかげで素晴らしい建造物群が今の後世に伝わっているんですね。右の建物は土産で有名な三川屋さんです。高山ならではのお土産ってたくさんありますよ。特産品では朴葉味噌、漬物、高山ラーメン、そして地酒。工芸品は一刀彫りの木工品、漆の春景塗り、陶芸の渋草焼きなどがあります。それに一躍有名になった郷土玩具のサルボボがありますね。駄菓子なんかも名物ですね。おせんべいですね。左側の喫茶店は古民家喫茶の走りじゃないでしょうか。蔵を改装した人気喫茶店です。道路を渡って先へ進みます。ここから先も趣のある通りが続きます。この先の通りなんですが、昔きれいな水が湧いたんでしょうかね。醤油、味噌、お酒の醸造関係のお店が並んでいるんですよ。右側に見えてきたお店はお味噌を作っている大野屋醸造さんです。風格のある立派なお店ですね。
右側のツタの絡まってるお店が日本料理の久田屋さん。その向かいは醤油屋さんのようです。久田屋さんの店構え素敵ですね。右側の凹凸の看板、ここはアクセサリーのお店です。この先には酒蔵が向かい合って2軒立っています。右側が三社のお酒で有名な原田酒造さん、左側は宮山菊で有名な船坂酒造さんです。古い酒蔵はどこも絵になりますね。こののれんと店の雰囲気最高ですね。ここのお酒がまた美味しいんですよ。こちらは向かい側の船坂酒造さんです。こちらも老舗の酒蔵らしい素晴らしい雰囲気ですね。こちらは店内の新コーナーが充実しているので、酒好きの人は寄ってくださいね。宮山菊の純米吟醸酒、これもうまいですよ。それでは古い町並みを離れます。ブラブラしてお昼ご飯を食べに行きますね。テレビの朝の中継によく出ている中橋です。ここも高山を代表する景観ですね。今から案内する中華そばのお店ですけれども、歩いて行けるんですけれども少し遠いんで車で行きますね。フレスポ高山という商業施設の中にあるお店です。広い駐車場があるので車で行っても大丈夫ですよ。ここが今回紹介したいお店の麺屋いぶきさんです。地元の人が愛している宮川中華そばのお店です。地元の方から混雑なしで飛騨の中華を食べれる店として教えてもらいました。宮川中華そばの3代目が立ち上げたお店ですから、味はもう間違いないです。注文したのはこちらの定番豚骨醤油ラーメンと餃子です。具材はほうれん草、シナチク、チャーシューです。スープは豚骨をベースに魚介の味がする昔ながらの中華そばの味です。上品なスープが細麺に絡んでうまかったです。餃子は薄皮で具がジューシー、これもまた美味しかったですよ。麺屋いぶきを出ると隣に日高具がありました。よく見るとその中に喫茶店があったんですよ。カフェですね。この林の先にあったんです。街中ですが森の中の喫茶店という雰囲気でした。イスとコーヒーというお店でした。日高区のショールームに併設されていました。誰でも自由に入れるお店です。店内はシンプルでとてもおしゃれな雰囲気でした。ショールームとつながっていて自由に見学することができるんですよ。家具だけではなく日用雑貨なども置いていました。女性は大好きな場所ですね。昼食も食べたので次の観光地に来ました。飛騨の里です。市街地から少し離れていますが、初めての方は必ず寄ってほしい場所ですね。ここは日本の原風景がそのまま残されている場所です。昔の山村の生活を肌で感じることができます。年配の方はこの景色がまだじっ
体験として残っていると思います。子供らはダムの底に沈むことになった古民家を残すことから始まったそうです。ここなんかは日本昔話に出てきそうな場所ですね。こちらは江戸時代末期の建物だそうです。結構大きな農家ですから、かなり裕福な人が住んでいたんでしょうね。室内には婚礼用具が展示されていました。今の荒井家住宅から上に上がる道です。こちらは江戸時代中期の建物だそうです。家の軒が低く、室内もほとんど土間ですから、ここは一般的な住宅だったんでしょうね。こちらは和歌山家ですね。ひときわ大きな住宅ですね。これはこちらは300年近く経つ古民家ですが、ダムの底に埋没することになったことからこちらに移築されたそうです。保存されてよかったですね。和歌山家の室内ですが、当時としてはかなり立派な建物ですね。下に見えるのは田中家住宅です。当時の一般的な農民が暮らした住宅です。この小屋は当時の屋根に使った板を保管した小屋だそうです。こちらが田中家住宅です。平屋で屋根も低くて小さいですね。当時の小作をしていた農民が住んでいた住宅ですから、一般的な住宅ですね。こちらも立派な合掌造りの住宅ですね。かなり大きいです。こちらは西岡家住宅という当時の豪農の屋敷ですね。室内に和紙でできた立派な鯉のぼりが飾ってありました。かなり大きいもんでしたよ。和紙の鯉のぼりですね。これは鯉の目玉が私の顔よりがずっと大きいですね。この鯉、迫力ありましたよ。こちらは明治32年に建てられた前田家住宅ですね。やはり見た感じ、まだ新しい感じがしますね。江戸時代の建物に比べると。でも綺麗な建物ですね。こちらは入り口からは人と馬が一緒に入れるような作りになっているそうです。飛騨の婚礼の関係の、資料が展示していますね。こちらは旧田口家ですね。こちらのお宅も立派なお宅ですね。まあ建ったのは新しいでしょうけれども、土間も広いですし、室内も広いですね。やはり大勢の人が集えるようになってますね。村の集会の時はやはり100人ぐらいは十分集えるだけの広さがありますね。こちらは立派ですね。こちらは穂積家住宅ですね。これは見た感じかなり古そうな住宅ですね。江戸時代末期の建物だそうです。こちらのかやぶき屋根はなかなか迫力がありますね。こちらも日本昔話に出てきそうな屋敷ですね。もともとはお寺の庫として建てられた住宅のようですね。それを移築したようです。
8月1日と書いて穂積とはもうこれ絶対に読みませんね。釣り鐘もありました。こちらはすごい屋根の住宅ですね。これだけ苔が張ってたら圧巻ですね。道上住宅です。もうそろそろ屋根の吹き替えしないと限界でしょうね。これはでも映画のロケに使えそうな住宅ですよ。もったいないですね、これ使わないと。山の中に現れたヤマンバの住む家とかですね、そういう風なあれで使えますね。誰もいないあの屋敷の中に入ってこんな主演のセットを置いてあったらちょっと怖いですね。びっくりするでしょうね。吉実家住宅の線形です。屋根の上の部分補修してますね。順番に補修していくんでしょうね、上からね。こうして見るとよくわかりますね、補修している部分がね。私なんか私の年代ですからね、こういう古民家に入ると哀愁を感じる方がたくさんいてるでしょうけれどもね、今の若い方はどうでしょうかね。古臭い家ぐらいにしか感じないかもわからないですね。富武住宅です。こちらはお部屋の中でですね、何か絵付けとかですね、組紐のそういう何かショップがあるようですね。こちらは江戸時代末期の住宅です。街道筋の問屋をやっていたというだけあって大きな屋敷ですね。ショップをされているので室内は綺麗ですよ。人が入ると建物は見違えますね。富武住宅の横の壁です。これで最後ですが、板の里奥が深いので別に動画をもう一本作ってアップしたいと思います。さあ、それでは次は飲みに行きましょう。高山の駅前です。駅前にホテルがたくさん建っていたので驚きました。こちらが今日お世話になる作右衛門さんです。一見敷居が高そうなんですが、こちらのご主人めちゃくちゃフレンドリーだったですよ。そして手の込んだ料理を一人でこなされてお味も最高。今日のお店は大当たりでした。店内はカジュアルでポップな雰囲気です。多分外国人のお客さんも多いんでしょうね。入り口に 7,8 人座れる座敷があります。奥はカウンター席になっていました。うまそうな日本酒が並んでいます。当然お酒の前に陣取りましたよ。料理は美味しそうな創作料理ですね。1品目は山菜料理の前菜。これがまたお酒にあったんですよ。山菜です。この W というお酒は初めて見ました。飛騨古川の渡辺酒造さんで作っているお酒だそうです。特約店にだけ卸している数量限定受注生産のお酒だそうです。単には飲めないお酒ですね。そりゃあ飲まないとダメですよね。ということでたらふくいただきました。渡辺酒造さんも翌日行きました。ラベルからして違う。華やか。日本酒党にとっては至福の時間です。うまい酒とうまいあて言うことないですよね。次の料理はフォアユの南蛮漬けを頼みました。これがまたうまい。酸味のあるフォアユのうまみを酒で流す、言うことなし。
次の料理は愛知産のいいうなぎが入ったということなので白焼きにしてもらいました。玉の贅沢です。許してください。うなぎの定番はかば焼きですよね。でもね、白焼きにしてわさび醤油で食べたらこれはもう最高の酒のあてです。白焼きならではの歯ごたえでうなぎの味も濃いので日本酒に本当に合います。こりゃたまりませんわ。橋の寸相まで下に回して待っとってよ。500万ぐらい払うその自体にまた。でも今日なんか出汁のあれでみんな古い町のところ集まってやってはりましたね。もうね、乾かさないんだよ。神経でしょ。そうですね。マスターとの会話もごちそうです。仲間言うと昔朝ドラでここドラメインなね、あの時も私ね大好き見とったんですけどね。そうでした。でもね、あの子来て僕昔働いてた時見てましたね。あ、そう。スタッフ一同で打ち上げで。ああ。次は麹漬けの豚のソテーをお願いしました。お酒は豚のソテーに負けないようなガツンとくるお酒を注文しました。美味しかった。豚の料理でしたが日本酒に合いましたよ。この後もマスターと日本酒談義などをして楽しく過ごしました。作右衛門さん、本当に美味しくて居心地の良いお店でした。また来ますね。